どうも、さんがちです。いつも見てくださってありがとうございます。今回も幕開けで応援購入したモバイルバッテリーを紹介します。こちらはエレメントというモバイルバッテリーで、純固体バッテリーを使用はもちろん、容量は 8000mAh の大容量、他にも面白い機能がたくさん詰まった1台ですので、ぜひ最後までご覧ください。それではレビュースタートです。まずは箱の中身を見てみましょう。外箱に入っているのはバッテリー本体、そして取扱説明書。非常にシンプルです。ただ、箱にはちょっとしたギミックがあって、このように窓を開けると中のバッテリー本体が覗けるようになっています。そういう意味ではちょっと高級感を感じる箱ですね。本体カラーは今回はグレーを選びました。他にカラーは、シルバー、オレンジといった3色の展開が用意されています。バッテリー本体には最初からストラップがついていて、これは有線接続用の USB ケーブルとしても使えるようになっています。外し方は外側に開くようにパキッとやると外せるようになっているので、これで両方ケーブルを外して使っていくことができます。収納するときはこうやって斜めから入れてやって真ん中に向かってパキッと押し込んでやれば収納が可能です。他にも面白い機能としてバッテリーの下側にあるここは液晶画面になっていて、このような、充電容量とかが表示されるようになっています。さらに、液晶部分、ここには実はスタンドも内蔵されていて、このように置くことができて、充電中暇だなっていう時に SNS や YouTube などを見られるっていう便利な機能もついています。スマホの充電中に手持ちぶたさになりがちな人には嬉しいポイントだと思いますね。バッテリーの大きさや重さをこちらのグラフにまとめました。縦横サイズは、他のモバイルバッテリーとそんなに大きく変わりませんが、容量が大きい分、厚みは 10,000mAh クラスに近いんじゃないかってぐらいほどの厚みを感じます。重さも 8000mAh になったっていうことに伴って増えていますけれども、順当な増え方かなという感じではありますね。おそらく 10,000mAh のモバイルバッテリーより多少軽いぐらいにはなっているとは思います。ですから厚さも重さも 5000mAh と 10,000mAh のちょうど中間ぐらいに考えておくといいのかなと思います。大きさに関してはこれ以上大きくなることは 10,000mAh でもないとは思うので、それを考えればそんなものかなっていう気がしますね。次は価格についてこちらのグラフにまとめました。メインの比較対象となる CIO の EX04 のほか、エレメントと同じく幕開けで購入したエネルパッドやチタンシールドとも並べて比較しています。その中でも今回は最も安い価格で購入できたのが今回のエレメントです。容量が 8000mAh で他のモバイルバッテリーが 5000mAh であることを踏まえると非常にコスパのいいモバイルバッテリーだと思いますね。次は iPhone 17 Pro への装着感を見てみたいと思います。iPhone 17 Pro へ装着するとこのような感じになりますね。縦幅は本体からはみ出すことはなく、横幅は本体から見てちょっとだけ、小さいぐらいが少し狭い感じがあります。厚みで出っ張った部分はやっぱり結構あるんですけれども、この狭くなった部分のおかげで意外と持ちやすく感じますね。結構充電しながらでも使いやすい形状になるようしっかり計算されているっていうのがわかります。今度はエレメントから実際にどれぐらいの容量を引き出せるかを計測してみました。それがこちらのグラフになります。ただ、今回無線での容量の測定はできたんですけれども、有線での測定はできなかったんですね。おそらく本体側の電力表示にテスターのようなものが使われていますので、テスターを二重にすることによってうまく PD の通信ができなかったのかなというふうには想像できます。何度やっても PD の通信ができなくて電力も引き出せなかったので諦めました。引き出せた無線の容量についてはさすが 8000mAh っていうだけあって CIO の EX04
04と比べるとほぼ倍の容量を取得することができています。これは結構大きくて iPhone 17 Pro を丸々1回充電してもモバイルバッテリーの本体の残量にまだ余裕があることがわかります。ちなみに以前紹介したエネルパッドの無線容量と比べると約 1.8 倍の出力の差が出ました。これはエネルパッドもエレメントも同じ 7.5W の無線出力で比べている結果になりますので、容量的にも順当な伸びなのかなというふうに思いますね。最後に出力のワット数が同じエネルパッドとエレメントを iPhone 17 Pro への実際の充電速度として測ってみました。無線と有線の両方で確かめてみたんですけれども、無線はエレメントと以前のエネルパッドの出力ワット数は同じはずなのに、比べると明らかに遅いんですよね。原因は分かりませんけれども、30分経っても 30% も充電できなかったエレメントは充電速度はかなり遅いと言わざるを得ません。有線の充電で比べてみた場合、エレメントは遅いんですけど、わずかに遅い程度で気にするほどではないなって感じです。誤差の範囲だと思うので、効率を考えると有線で充電した方がエレメントは効率が良さそうです。マグセーフ充電器としては少し微妙な結果にはなってしまいましたけどね。このモバイルバッテリーは有線主体で使うのが一番効率的だなと感じました。それではまとめです。今回紹介したエレメントは 8000mAh の純固体バッテリーで液晶表示、スタンド、そして USB ケーブル一体型ストラップといった面白い機能が詰まった1台でした。サイズ感は一般的なモバイルバッテリーとそう大きく変わりませんけれども、容量に見合って厚みと重量はやや増える印象ですね。実測では無線でもしっかり容量を引き出せていて iPhone 17 Pro を1回充電してもまだ余裕があるのが分かりました。一方で充電速度は無線が想像以上に遅めで効率を考えると有線用のモバイルバッテリーとして考えて使うのが良さそうです。価格面でも比較した中では安く購入できており、容量と機能を踏まえるとコスパはとても良好だと言えます。マグセーフ充電器としては少し微妙な結果もありましたけれども、総合的には有線主体で便利に使える大容量モバイルバッテリーとして日常使いに向いた製品だと感じました。というわけで本日のレビューはここまでにしたいと思います。もしこんなモバイルバッテリーがあったんだな、参考になったということでしたらチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。それではここまでサンガチェがお送りしました。また次回のレビューでよろしくお願いいたします。